どうも、益子ゆプラモチャンネルの益子ゆです。今回作るキットは MGSD デスティニーガンダム。このキット、劇場版ガンダムシードフリーダムで圧倒的な強さを見せたスペック2からエゼントスをしていきます。挫折、やり直し、想定外の事態からようやく完成したデスティニーガンダムの全工程をお届けします。それでは行きましょう。今回の箱絵もとてもかっこよく仕上がっていますね。早速開封して中身を確認していきます。ランナーを見ただけでこれはやばいなって思うほどパーツ数が尋常じゃない。ちなみにピンクとグリーンのクリアランナーは UV ライトで発光してくれます。私は MGSD シリーズの組み立ては今回が初めてなのでとてもワクワクします。まずは仮組みをしてキットの状態を確認していきます。ここで気をつけるところがこのアンテナから出ている太めのゲート。この太さのゲートは普通に2度切りすると確実にえぐれて発火してしまいます。なので太めのゲートは1回でカットせずに細かく複数回に分けてカットします。こうすると発火するリスクを軽減することができます。ゲートカットが完了したらヤスリでわずかな段差を削り落とします。膨大なパッツ量に苦戦しながらもなんとか仮組みが完了。パチ組みでこのかっこよさは正直驚きです。可動域がすごく広くてあらゆるポーズがフリーダムに決まります。でもこの仮組みが終わった瞬間、このままでいいじゃんって思っちゃったんです。完成度があまりにも高すぎてパチ組みで十分満足しちゃったんですよね。皆さんも経験ありませんか？パチ組みで満足してしまって塗装のやる気が迷子になること。私は1週間くらいデスクで眺めるだけの状態が続いていました。ですがそんな状態で参加した模型展示会で皆さんの熱い思いがこもったたくさんの作品を見たり私の作品を褒めていただいたりしたことでようやくエンジンがかかりました。というわけで作業再開。仮組みをばらして塗装前の処理を進めていきます。関節などの稼働するところは塗装するとギチギチになって塗膜が剥がれてしまいそうな箇所がいくつかあります。なので可動部のクリアランス確保を行います。やり方は関節と接する部分をヤスリがけして隙間を確保するだけ。こんな感じで紙の厚みの分だけ隙間を作ってあげることで完成後のポージングの安心感につながります。他にも浅いモールドの彫り直しなどをして塗装前の処理が完了しました。さあいよいよ塗装に入ります。アロンライトなど白くするパーツにはガンダムアリアルホワイト。でもこの選択は失敗でしたね。すごく綺麗な白なんですが隠蔽力が弱くて全然白くならない。塗っても塗っても下地の青が透けて何度も塗り重ねた結果塗膜が若干厚めになってしまいました。ここは隠蔽力の高いリアクティブホワイトなどを下地に使うべきでしたね。これは今後に生かすべき反省点です。このキットにはパルマフィオピーナのエフェクトパーツが付属していなかったので HG から拝借。パーツの中心部をうっすら白くして発光表現を追加しました。ブルーにはエアリアル回収型ブルー。スペック2の設定画よりも淡い青色ですが今回はこの青でいきます。濃いグレーにはニュートラルグレーで少し暗めに引き締め。ビーム砲の緑には明快白色に。今回は全体的に暗めの色が多くなるのでここは設定よりも少し明るめのグリーンに変更しました。イエローはゼウスシルエットゴールド。ギラつきを抑えた大人っぽい落ち着いたゴールドです。メインの白い外装には明快白色1。成型色よりもう少し暗めのグレーを探したところこの色がベストだと思いました。
暗すぎず明るすぎない、スペック2にちょうどいいグレー。黄色いアンテナも忘れずにグレーに変更。隠蔽力が高いので2回ほど重ね塗りして完了。赤いパーツにはデスティニーレッド。やっぱり専用カラーは馴染みが違いますね。デスティニーの赤にはこの塗料を使えば間違いないでしょう。黒は乾燥後のツヤ感がとてもいい感じに仕上がる黒サフを使用。ここでスペック2の最大可動時の発光を再現するために関節部分を蛍光レッドで塗装していきます。下地にホワイトを塗って発色を助けます。その上から蛍光レッドで塗装しようと思いましたが、思っていた以上にオレンジが強い。とりあえず塗ってみようと思い塗ってみましたが、やっぱりオレンジが強すぎて他の色となじまなそう。なので一度リセットして別の方法で塗装します。メタリックレッドを直接塗装。その上から蛍光レッドとクリアレッドを同じ量で混ぜた色でキャンディ塗装。これで赤みを持たせつつ UV ライトで発光してくれるようになりました。発光する関節以外のフレームにはお気に入りの焼き鉄色を使用しました。この色はフレーム部分によく合ういい色です。シルバーのパーツにはスーパーファインシルバーを使用。本体の塗装が完了したので、この巨大な光の翼に少し手を加えていきます。翼の根元にホワイトを吹いてエネルギーが集中して発光している感じを出します。でもここでもトラブル発生。根元部分だけなぜか塗料が弾かれてしまいます。離型剤が残っているのかと思って洗剤でよく洗ってから再度塗装してみましたが、やっぱりダメ。でも諦めきれずどうしてもグラデーションにしたかったので対処法を考えた結果、この方法を試してみます。モカツのいろいろなシーンで活躍するメラミンスポンジ。これでパーツ表面をこすり微細な傷をつけて塗料の食いつきを良くします。他の方の作品では塗装できている作例がいくつかあったので、おそらく水性塗料とこのパーツの相性が良くなかったのかもしれません。その後ホワイトでグラデーション塗装。どうにかうまくいきました。さすがはモカツの万能アイテムメラミンスポンジですね。翼の先端にはマゼンダとクリアブルー、光沢クリアを同じ量で混ぜたクリアパープルでグラデーション。外側に向かうほど紫が濃くなるように意識して塗っていきます。仕上げに100均のネイル用オーロラパウダーを光沢クリアに混ぜて全体に薄く吹き付けます。クリアに混ぜて吹き付けることでパウダーが表面に定着するのと同時にメラミンスポンジでつけた細かい傷もカバーしてくれます。動画では分かりにくいですが、見る角度によってパウダー粒子がキラキラと輝きます。塗装が終わったら墨入れです。墨が流れていく光景は何度見ても気持ちがいい。乾いたら溶剤を含ませたフィニッシュマスターではみ出したところを拭き取り、デカールは付属のシールだとどうしても厚みが目立って貼りました感が出ちゃうので水転写デカールを使用。今回は明日のデカールを初めて使ってみます。明日のデカールは乾燥後に表面のクリア層を剥がすことでとてもシャープに仕上がるデカールです。1日以上しっかり乾燥時間をとってからクリア層を剥がしていきます。塗膜を傷つけないように慎重に。パーツ表面にしっかり馴染んでまるで直接印刷したような仕上がりです。いよいよ組み立て前の最終工程です。ここでタミヤのモデリングワックスを全体に塗り込みます。これを塗っておくと表面のツヤ感はそのままにパーツ同士の摩擦を減らしてくれるので塗装が擦れて剥がれるのをある程度防いでくれます。絶対に剥がれなくなるわけではないですが、塗装後に動かしたいという場合は
お守りとして塗っておくのがおすすめです。ようやく全ての作業が完了しました。各部位ごとにパーツを見ていきましょう。全体的にトーンを落とした外装のグレーと設定よりも淡い感じに変更したブルーの組み合わせがとても馴染んでいい感じ。デカールは少なめですが、キットに元から入っているディテールだけでも十分な情報量が詰まっています。最終組み立ては塗膜に傷をつけないように慎重に組んでいきます。お待たせしました。 MGSD デスティニーランダムスペック2カラー全塗装の完成です。いかがでしたか？元のキットの出来が素晴らしいのはもちろんですが、スペック2のカラーリングにすると劇中の活躍を思い出して胸が高まりますね。光の翼を広げるとかなりのボリューム。諦めずに塗装した苦労が報われました。なかなか手に入らないキットではありますが、めちゃくちゃいいキットなので、もし奇跡的に巡り合った方はぜひこのキットを体感してみてください。今回の制作が皆さんの模型ライフの少しでも参考になれば嬉しいです。この色が良かったとか、このやり方いいねといった感想などぜひコメント欄で教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。